こんにちは。瞑想家のレバレントサトシです。今日は2022年1月4日です。今年もよろしくお願いいたします。今日は現在ここにある宇宙の危機についてお話しさせていただこうと思います。私たちが今いる宇宙っていうのは今まさに存続の危機の真っ只中にいるっていうふうに思うんですね。それはこの宇宙からではない他の宇宙から来た人、あるいは意識によって侵入されていて、そして征服されようとしているからなんですね。これはね、SF 小説の話ではなくて、現在本当に宇宙が抱えている危機なんです。なぜそういうお話をさせていただこうと思ったのかと言いますと、実はね、この私たちがいるこの宇宙よりも古い惑星が発見されたニュースがあったんですね。この私たちにいる宇宙っていうのは138億年前、あるいは114億年前という途方もない昔にビッグバンという小さな一つの爆発から始まったっていうふうに言われています。しかし近年発見された地球から200光年離れたところにある恒星 HD140283、 通称メトシェラという恒星があるんですけども、この恒星の推定年齢はなんと160億年から144億年で、この私たちのいる宇宙よりも古くて、宇宙の生い立ちの話から矛盾してるんじゃないかっていうふうに言われてるわけです。これは一体どういうことなのかと言いますと、考えられる理由の一つに、実はこの恒星は他の宇宙から来たんじゃないかっていうことなんですね。でもしこの恒星が他の宇宙から来た、そしてあるいは恒星があるんでしたら周りに惑星もあると思いますので、これが本当に他の宇宙から来たということがあるならば、その惑星と一緒に他の宇宙から来た人、あるいは意識という存在があるんじゃないか、いるんじゃないかっていうふうに思うわけですね。実際ですね、この他の宇宙から来た人っていう話なんですけども、僕の友人がね、他の宇宙から来た人と会ったっていうふうに話をしたんですね。この外宇宙、他の宇宙から来た人っていうのは20歳ぐらいの男の人で、僕の友人はその人に会ってからなんか意識がおかしくなっちゃいまして、意識が他の宇宙、外の宇宙に引きずり込まれてしまっている感覚があったって言ったんですね。そしてそれ以来意識が今ここにあらずといったような状態になってしまって、うつのようになっちゃったんですね。なんとかしなくちゃいけないっていうので、その友人と一緒に瞑想して、その瞑想中に彼女の意識を他の宇宙から、彼女の意識をね、現実の世界に、この私たちがいる今いる宇宙へと引き戻してきたんですけれども、それまでの彼女は生きているのか死んでいるのかわからないようなとても怖い状態だったっていうふうに言ってたんですね。彼女の意識は無事に戻ってきたんですけれども、実はね、結構危ないような状態で、その外宇宙で消滅しかけていて何もない状態に戻ってしまったっていうこと、そういった危険な状態だったとも言えるんですね。このことから考えると、どうやらその宇宙っていうのは全体的な意識が個々の意識っていうのをコントロールしていて、個人としての意識の存在っていうのを許さないようなんですね。全体意識っていうのが個々の意識を支配する。そして惑星を内面から壊していく。そして宇宙全体を破壊していった。その外宇宙っていうのは実は破壊され尽くされた宇宙なんじゃないかっていうふうに考えるわけです。そして私たちの宇宙の中に混ざり込んでいるっていうことが考えられるわけです。でこれは今この地球上に存在する全体主義とか社会主義などといったイデオロギーともともと一緒なんじゃないかというふうに考えるわけですね。全体主義、個人を認めず全体的な意識を重要視するっていうことですね。だからもともとはこの外宇宙からこのイデオロギーが来たんじゃないかっていうふうに考えるわけです。この私たちの今いる宇宙っていうのは一体どういうふうに作られたのかっていうことを読み解くのに、聖書、そして古事記に興味深い文章がありますので、ちょっと紹介させていただきますね。まず聖書の創世記の一節ですね。
はじめに神は天と地とを創造された。地は形なく虚しく、闇が淵の表にあり、神の霊が水の表を覆っていた。神は光あれと言われた。すると光があった。そしてこれは古事記からの引用です。この世界の始まりは天もなく地もなく、時間も空間もない。あるのかないのかもわからない。混ざり合っているようで混ざってもいない。ただただ薄暗く、もやもやとした状態が果てしなくどこまでも広がっているのでした。その時、天の中心からたかあまはらと呼ぶ声が聞こえたように思われました。すると天と地が分かれ出し、たくさんの小さな光の粒がこの世界に現れたのです。雨のみなか主の神でした。はい、聖書と古事記の一節から読ませていただきました。気づいた方もいると思うんですけれども、どちらも同じような記述があります。ちょっと似てるところがありますね。天と地、そして光と闇などですね。この宇宙が誕生する前は何があったのかっていうと、光が全くない暗闇だったんじゃないかっていうふうに考えるわけですね。そして暗闇の中に光が発生して宇宙が誕生していったっていうことが両方の文書に書いてありますね。ここでいう闇っていうのは外宇宙のことであり、私の友達が意識が飛ばされたというこの宇宙ではない世界の宇宙ですね。でこの外宇宙のことであって、光っていうのは私たちの宇宙であり、この私たちの今いる宇宙の意識のことなんじゃないかっていうふうに考えるわけです。この宇宙を作り出そうとする力っていうのは、それはとても大きな力で、でもその力を壊そうとする力もそれに反対するだけの大きな力があるのじゃないかっていうふうに考えるわけです。それは何なのかと言いますと、外宇宙の意識の力ではないかと思うわけですね。この宇宙、私たちの今いる宇宙っていうのは新しく何かを作り出そうとする力、そしてそれを打ち消そうとする力、両方の力が存在してて、働いているんじゃないかっていうふうに考えるわけですね。私たちの今いる宇宙の大原則、根本的な原則っていうのは一体何なのかっていうふうに考えたときに、それは基本的原則っていうのは自由意志じゃないかっていうふうに思うわけです。自由意志っていうのに沿って人間っていうのは常に新しいものを作り出そうとしてきました。そしてその自由意志っていうのを打ち消そうとする力も動くわけですね。例えば1年ぐらい前にありましたアメリカの大統領選挙なんですけども、あれは不正選挙でした。そしてその前後から感染症の問題などもありました。そしてそれをコントロールしようとする力も働きました。そしてそれらは人間が持つ自由意志っていうのを否定しようとする力によって行われたんじゃないかっていうふうに考えるわけですね。そしてそれらの力は外宇宙から来たもんじゃないかっていうふうに思うわけです。もともと私たちの住んでいるこの宇宙っていうのはいろんな惑星を含めまして自然を愛して、お互いを助け合って愛に満ち溢れた人々だったと思うんですね。そして自由意志を持っていて常に新しい物事に挑戦し続けてきたんじゃないかっていうふうに考えるわけです。それに対して外宇宙からの全体意識っていうのは個人の自由意志を否定して消滅させようとしてきたわけです。でそれは要するに、私たちの内面的精神的な破壊を目指していることであって、私たちを精神から消滅させていこうとする力なんですね。例えばですね、 Facebook っていう社名がメタバースっていうふうに変わったわけですけども、あれは多次元空間っていうような意味ですね。そして全体意識っていうのを世界を見ているからなんじゃないかっていうふうに思うんですね。例えばそのメタバースっていう仮想空間の中で私たちの個々の自由意志っていうのは実はあるようで消されていってしまうんじゃないかっていうふうに考えるわけですね。で私たち人間の意識っていうのは巨大な仮想的な空間に追いやられてしまって
全体意識にコントロールされていく、それをコントロールするのは AI なんじゃないかっていうふうに考えるわけです。でこれは映画マトリックスっていう映画があったんですけども、そのマトリックスの世界観であって、 AI が人間の自由意志を否定して支配していく世界、そういう世界になっていく可能性もあるんじゃないかっていうふうに考えるわけですね。もしそんな世界になってしまったら、この宇宙っていうのは存在する理由と意味がなくなってしまいます。そしてやがてこの宇宙っていうのは消滅させられるっていうことも考えられるわけですね。なので私たちが今いる宇宙っていうのは今行動を起こさなければ消えてしまう、今まさに存続の危機の真っ只中にいるんじゃないかっていうふうに考えるわけですね。私たちの宇宙っていうのは外宇宙から来た全体意識によって精神的に征服あるいは破壊されつつあるっていうことは、これは本当なんだと思います。現に私の友人、彼女だけではなくて何人もの人たちが意識が飛んでしまう、あるいは、意識がなくなってしまって、外は同じ人なんですけど内面が全く別な人になって私のことも覚えてないっていう人も何人もいます。でそしてこれは未来に本当に起きるわけではなくて今起きていることであって、もしかしたらあなたの周囲の人、そしてあなたも気がつかないうちに起きている可能性があるわけですよ。意識が飛んでしまってその間に何をしているのか覚えてない。例えば私に電話してきた人がいるんですけれども、その電話したっていうことさえ覚えてない人がいる。あるいは自分がしたいと思うことじゃないのにしてしまっている。あるいは感情のコントロールがうまくできない、怒ったりとか悲しい、でも自分が本当に怒ってるわけじゃないっていうことは分かる、でも怒ってしまうっていうことがあるわけですね。そういった気がつかない間に精神的にコントロールされているような状態っていうのは誰にでも起きる可能性あるわけですね。もしそんな状態だったらそれはとても危険な状態じゃないかっていうふうに思うのですね。それはなぜかというと、自由意志が消えてなくなってしまうっていう可能性があるわけです。自由意志っていうのはとても大切なもんなんですね。誰かがするから、誰かが思うから、同じようなことをするっていうのではなくて、自分の意思を持って行動しなければやがて全体意識っていう大きな意識に支配されて消えてなくなってしまうっていうこともあり得るわけです。そんな状態にならないように、そんな危険な状態から押しとどめる方法が一つだけあるっていうふうに言われたらあなたはどうします？それは瞑想なんですね。瞑想を通して自分の心の中にいる本当の自分と対話をする。そして自分の気持ちを知って自由意志を持って行動するってことがとても大切です。そうしますと私たちっていうのは本当の幸せを感じることができるわけです。でも失敗したっていいんです。失敗しても私がしたいと思ったことだったら受け入れて幸せになれることがもう目に見えてます。でも誰かがするから同じことをする。そして、失敗したらその人のせいにする。それはもう幸せでは何でもないですね。数分でもいいです。目をつぶってゆっくりと深呼吸をしてみてください。自分がしたいこと、自分の心に問いかけてみてください。きっとあなたの中の意識が本当のことを知らせてくれて幸せな気持ちにさせてくれると思います。ではちょっとだけ一緒に目をつぶって呼吸をしてみましょう。足の裏を地面につけます。背中をまっすぐにしましてゆっくりと深く息をしてみます。あなたの中にいる、心の中にいるあなた自身に問いかけてみます。あなたの意識はこの私たちのいる今いる宇宙とつながっていて、この宇宙の意識とつながっています。あなたが自由意志を持って本当にあなたがしたいこと、行動することを後ろから押してくれて勇気を与えてくれます。でキラキラとゴールドの光にあなたが包まれていきます。あなたのオーラがゴールドの光に包まれていきます。この宇宙があなたを愛してくれて喜んでくれている光です。
はい、目を開けてみましょうか。さあ、周りの様子見てみます。どんな風な光景があなたの中に入ってくるでしょうか。周りの空気、どんな風に感じるでしょうか。今回は今ここにある地球宇宙の危機についてお話をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。あなたの幸せ度がアップするようにと思ってやみません。では今日という日があなたにとって素晴らしい日でありますように。チャンネル登録、そしていいねボタンのクリックよろしくお願いいたします。さよなら。